前間違ってきたところがここですね。ここを来て、あれ行き過ぎたと絶望したところがここです。あれずいぶんこっちに来ちゃってたな。あれ行き過ぎたと絶望したところがここです。ですが実際はこっち。草刈りをしても毎年夏になるとあそこまで生い茂ってしまう生命力、恐ろしい。用心しながらゆっくりと降りて足場を確認しながら進みます。足を取られるところがないか確認しながら進みます。この辺か。なんか下降りると意外と足場広いですね。よいしょ。岩の上に釣り台を置くと傷ついてしまうので抱きかかえながら失礼します。よし、台が完成。とりあえず今日はクッションは使いません。もうそのまま座ります。寒いですけどね。中川の美味しい水を確保。あ、今日これ使わねえか。まあいいや。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる。ピントが合わない。給水。コンパクトタオルはちょっと風が強いので手放さないで給水しちゃいます。コンパクトタオル給水のところ取れてなかった。そしてゴミは持ち帰りましょうと。竿は月光強し18尺、仕掛けは道糸 2.0 2号です。浮きは超極太ばっかり入ってるパイプトップの 3mm だったっけかな、 2.5mm だったっけかな。超極太パイプトップでいきます。この筒は太いのしか入っていません。マックス 4mm だっけかな。この透けて見えるの、これパイプトップの確か 4mm ですもはやストローですよね。重りはまあ 1.5 号でも大丈夫そうですけど2号を使ってみましょう。流れもすごい速い。いや 1.5 でやってみるか。地元のおっちゃんから厚切りハムカツいただきました。いただきます。うまっ。対岸の木を見てもらえばよくわかりますが、18尺といえども風の影響で下からは触れません。現在の風速は10メートル近いですが、動画公開の3日前、最近どこに行っても釣れずボツボツボツ。もちぐるを買いに行った時のテンションをご覧ください。もちぐる上州屋に入ってるんでしょうか。もう売ってると思うんですよね。今午後3時24分なので、ないってことはないと思いたい。まあなかったらもう一回上州屋に行くかな。キャスティングかな。上州屋に行ってなければキャスティングですね。よし、もちぐる購入できました。明日の朝から釣りに行って使いましょう。今日は戻って仕事をします。準備中から分かっていましたが、時々突風が吹いて木の葉が舞うほどの強風です。ですから橋の向こう側から風が吹いてくると浮きにその風が当たります。そうなるとですね、こんな動きになるんです。風しもりだわ。あれはあの動きは手が出ちゃいますよね。ちなみに今回の餌はもちぐるが 25cc、 シンベラグルテン底が 75cc、 芋ぐるをパラパラしたブレンドです。なんだか食い上げっぽかったので取っちゃいました。
もちぐるの発売日翌日朝5時に家を出ました。見てください、台が凍っています。これはちょっと乗るとき気をつけないといけませんね。この日は本当に寒くて、バッグの中に入れてあったはずのグリップ手袋がなくてえらい目に遭いました。いざ釣りを始めると竿を上げた時にボラが反応します。船の気配は感じられず、お昼になっても反応なし。場所を移動しましたが反応なし。撤収してお昼。確かにローソン、肉が増量してある。いただきます。今見たらあの辺が釣りできそうだったのでちょっとやってみます。これ1時間かな。朝から動いていましたが、日が暮れるまでどっぷり一日釣りをしてしまいました。ここは水深が激浅です。やばい、水深がおそらくですけど60センチとかしかないですね。この時期にそれもしかして致命的かも。深場に魚はいそうな気がするのでダメかもしれんな。ダメ元でやってみましょうか。餌は最初から上張りに進化。柔らかく作った単品のもちぐるを下張りにつけています。この一頭は唯一反応がありましたが、さすがにこれだけでは動画にできないしなぁと思って結局ボツになったわけじゃなくて、ボツになりかけたですね。今使えてますから、ボツになりかけた映像です。誘ってみます。うわうわ、鱗的にマブナさんですが引っかいちゃった。擦れちゃった。どうして降って入ったじゃない。なんてこった。もちぐる発売日翌日、まさかのスレ一つでデコってしまったので、また別の日に釣りをしました。江戸川、絶対ここなら釣れるでしょう。大正圏で並盛りのつけ麺を食べて満腹になってから向かいました。霜が降りて土がドロドロになっていて滑りました。でも転ばずにこらえた。いつもはこの正面に釣り台を出しますが、今日は少し左側の一段低いところに構えます。餌はもちろん芋ぐる、もちぐる、しんべら底。この日も風が強かったので15尺のバランス底からスタート。その後18尺のドボンに逃げてしまいましたが、最終的には15尺のグル中でカンデコでした。そんな苦悩があって今に至ります。ちなみに利根川、本格的にダイエットを再開しました。ただ外食はしますけど大盛りとかにはしないし、食べてしまった後はその後、もしくはその前ですね。そこでバランスを取ります。今日もさっき差し入れいただいたハムカツ以外に食べたものはこれだけ。豆腐プロテイン抹茶バーおやつですが、これをお昼ご飯としましょう。釣れればラーメン。豆腐バー、ちょっと前から流行っているのは知っていましたが初めて食べました。しかもうまい。最近おからとか豆腐が好きなのでそれもあるかもしれません。あとひじきは元から好きです。きんぴらとかレンコンのシャクシャクとしたあの食感もたまらない。そう考えるといろいろと食に対する自分の感覚が
大きく変わっているのを実感します。さっき食べていた大正軒のつけ麺も元は酸味が苦手でしたからね。今となっては爽やかでとっても良いです。この前も田辺さんの家で豚しゃぶをいただきましたが、もやしを巻いて食べるとこれがまたうまい。めちゃくちゃいい豚肉というのもありますが、大変美味しゅうございました。その時に食べたおでん、これもまたからしをつけて食べたい。利根川はお酒がほとんど飲めないし、基本的に移動は車なのでノンアルのビールと炭酸水を飲んでいますが、そんなのは関係ありません。うまいもんはうまいんです。そんなちょっと食べ物について語ってしまいましたが、この一頭は浮きに動きが出ていたんでしょうか。竿を上げたらくっついていました。お、なんだべ魚だ。魚が引っかかった。釣れるかな。でも当たり取ってないんで多分釣れたと思うんですけど。うわあ、見えますか。うわ、ここにかかってる。食ってるマブロさん。当たり分かんなかった。久しぶりの魚、デカマブさん。よいしょ。当たりが分かんなかったデカマブさん。39.5 ありますよ。40近いデカマブさん。いやー、超久しぶりに魚釣った。嬉しい。当たり取ってないけど。この世界から魚が絶滅したかと思ったけど、いた。ありがとう。ありがとう。ありがとう。当たりが分からなかったのは、もしかしたら浮きが極太パイプトップだからかなと思って少しだけ細いパイプトップにしましたが、あんまり変わらず。影で分かると思いますが、あれから1時間以上、2時間までは行ってないぐらいやっていましたが、反応ありませんでした。ちょっと今日も根性でやってたんですけど、いやー、くじけてしまいました。もうデコって3日目、当たりを取ってないマブナが釣れただけですが、ここで上がらせていただこうと思います。というのも冷えてしまいました。ここまで影になってしまったので、太陽がそろそろ沈んでしまうんです。北海道は用意していますが、ちょっともう限界かな。帰って動画編集します。この動画もなんだかんだで繰り越しでやばいと釣りを続けて、その3日目、もちぐる発売日から使ってみましたが、なかなか苦戦しておりました。単品で使うってよりも何かにブレンドして使うって感じですね。でもそれは当然っちゃ当然で、ワタグルとかアルファ21って単品で使いませんよね。あとは力玉、極端な話を言うと力玉も単品では使いません。なので団子、バラケとグルテンとか、本当のバラケさん、セットのバラケですね。セットのバラケとこのもちぐる、そういう使い方になるんじゃないかと思います。あとは本当にビシャビシャにしちゃって柔らかくしても針に残る、持つので、そういう使い方もありかもしれませんが、
とりあえずもちぐるレギュラー入りはしますが、わたぐるの代わりに入りますが、いつものブレンドで使っていくような感じですかね。いやー難しかった。多分季節も状況も悪いです。今管理釣り場でも野釣りでも関係なく動いてないですから、そういうこともあって利根川今日はギブアップです。もう寒くて鼻が詰まってしまって大変です。では帰りましょう。ありがとうございました。今週も動画ご視聴ありがとうございました。利根川はですね、毎週木曜日夜19時に動画を公開していますが、一旦来週は分かりません。もしかしたら上がるかもしれませんし、上がらないかもしれない、そういうことにさせてください。なんとも分かりませんね。超過が出れば動画にしたいんですが、今の感じだと結構厳しそうです。そんなわけでこの約100年経ったこの橋をご覧いただいていますが、今週も動画をご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週かどうか分かりませんが、次回の動画でお会いしましょう。